ね、目覚めちゃうようになるよ。確かに。夜が早くなって、おばあちゃんとか。それもあるのかな。9時ぐらい、私の実家の母とかは、9時ぐらいにもうここにいて、ご飯食べようってトイコしてて、はぁみたいな。そうだよ。だって、この間亡くなった妻住焼の師匠なんて、7時半とかに電話すると、誰だまだ真夜中に電話しなかった。隣で娘とかに、じいちゃんまだ真夜中じゃないよとか言うから。これまで来ちゃいますから。はい。機械これだけ。
窯の中っていうのは大体何度ぐらいなんですか？測ったことはないけど、えものの本によれば1000度ぐらい、え。おー。 1000度前後。木によってね、ええ。上がる木と上がらない木とあるんだけど、これはコナラですけど、はいはい。まあ、大体1000度ぐらい。やっぱり出すときにこう金属音みたいなのになるんですね。そうですね。そうなってればいい炭なわけです。あ、なるほど。それがガチャッとごちゃなんていうのかな、ガサガサっていう時もたまにあるわけです。ああ、なるほど。まあ炭の質としてはね、硬いか硬くないかだけで、ええ。そんなに違わないんじゃないかなとは思うんですけどね。でもやっぱりキーンと音鳴った方が気分はいいですよね。
まあ使ってるうちに灰とはいはい。炭の細かい粉が混ざってどんどん増えていくんです。ああとこの前のところがああいうふうに出さない時は土と粘土でやって蓋をするわけですよね。あ。はいはいはい。で粘土また使ったりするんだけど、その粘土もこれに混ざったりするんですよ、ああ。それでどんどん増えていく。増えていくんですね。そうするとこの粘土が足りなくなるからよそから持ってきて要するに何回も使うと粘り気なくなるから、そうするとちゃんと蓋できなくなるんで、まあ何回かに1回は新しい粘土を持ってきて足してっていう、それがまあ工程的にこっちに混ざってこっちに回っていくわけですね。そう灰と炭の量からしたら大したことないと思う、どっちかっていうと土の方じゃない。仮分が豊富なので、ああ、そっかそっか。根越えになるんですね。あ、なるほど。だからこれはこれで買う人もいるんですよ、欲しいっつって。これですね。よくくず炭くれって安いのでいいからくずくれって言うんだけど、くずはくずで欲しい人はいるから全部売り物なわけですよねでも一般の感覚からするとくずだったらタダで分けてくれるだろうみたいな感じで、ああ、なるほどね。そうじゃないんだよ。そうじゃないんだよ。ホッキンスの方はおかげさまでね、年内はようやくね、埋まっちゃったみたいですね。ああ。封をして少しずつ冷ましていくわけですね。少しずつっていうか、空気を遮断するわけですね。火を消さないと灰になるだけなので、なるほど。つまり燃焼している状態ですから燃えてるわけです。ほっとけば、これも刻一刻と減ってるわけですよ、ある意味。温度は多少上がるけど、ほっとけばほっとくほど減るわけですね。取れる炭の量として炭化はもう終了してるんで、でそれをこうやって温度を上げて窯の外に出してこうやって消すのが白炭なんですね。備長炭も同じですね。その作業黒炭はだから、これ真っ赤にはあんまりしないです。しないで炭化が煙なくなったら炭化が終わったってことなんで、そうなったらもう密閉するだけです。ただ白炭窯の場合そういう焼き方しようと思ってできるかっていうとそうでもなくて、構造上石と粘土で石をたくさん使ってるんで、隙間がいっぱいあるわけですよ。なるほど。でそういうふうに消そうと思っても多分消えない。消えないですね。で黒炭窯の場合はほとんど土窯って粘土使ってるんで、粘土をこう叩いて締めるようにして使うから隙間がないことが命なんです。命になるんです。黒炭窯の場合。
じゃあ国産釜で白炭焼けるかっつうとね、焼けなくはないだろうけど、効率はなんで白炭釜石をたくさん使うかっていうと、石は日持ちが温まりにくいけど一回温まったら冷めにくいわけですね。なるほど。その石の熱を利用して、これ出し終わったらすぐ入れるんですけど、そっちの次に入れる木を炭化するには熱源が必要なわけです。なるほど。でそれが石の方が都合がいいわけ。都合がいいわけですね。黒炭だともうすぐ冷めちゃうから、土は温まりやすいけど冷めやすいですね。粘土だけだとね。なので今度次の炭焼く時には前で焚き火してやらないといけない。そっか。ところがこの石をたくさん使ってれば石が熱を持ってるんで、あんまり前で焚かなくてもその熱でもう次のやつ簡単に焼けちゃう。焚き火しなくても、今は本当に昔は習った当初はもう立てたらすぐ前で焚き火してっていうのをやってたんですけど、最近はそれしないです。立てたらもう蓋するだけ、それで焼けちゃう。連続して焼いた方が白炭は効率はいいんです。黒炭は釜を密閉して、火を消すけども、冷めるまで中に入れませんから炭出せないです。そういうことですよね。なのでその冷めるまで時間かかるから、効率はあんまり良くはなくて、だからその分釜は大きく作るんですね。で白炭釜を大きく作ると、今度奥の方は熱くて近づけなくなるから、だから大体大きさはこんなもんなんです。1月にね、横浜で脱原発世界会議っていうのがありますね。あれにテトテトで行くことになりまして、ブースみたいな感じですか？ブースみたいな形で。ブースっていうのはなんかイベント企画ってことで、8万助成金出ることになったそこでもションツァン歌う予定になってますけど。
入れる順番とかはあるんですか？出しててどこがこう空気の周りが悪いなって思うところがあったりするもんだから、その空気の周りが悪そうなとこは細かいの入れたりとか一応選んで、まあ、大体ですけどね、やってるわけです。で太いのはこっち側。空気の周りが悪いと、太いのだとその出す時の温度を上げる静電っていうのがうまく温度が上がりにくかったりするので、上がりにくそうなとこは細かいのにして大体こう均一に焼けるように考えるわけです。前はここで蓋しちゃわないで、ここで焚き火してたわけですね。でそっちの釜はね 2段階になってる。出す時はここら辺までで、立てる時はここまでって、ここを崩すようにしてた。でこっちはちょっと小さいから、もう出すのも立てるのも同じ大きさでやってますけど、で出す時はこう口小さい方が熱くなくていいんですね。あ、なるほど。必ず石と石の間は粘土を挟むようにすれば、これ石だけで組んでっちゃう。石だけで組んで後で粘土足してもダメなんだ。隙間できるし崩れやすい。
外します。次は後ろを出していく。で今一釜で何キロぐらいになるんですか？これでね90キロ100キロ弱って感じかな。これ次の作業になった。これでほぎるって言うんですけどね、これもかなりほこりきますけどね。すり出しが遅くなってこの袋詰めが翌日なんていう場合はこのままにしておくんですけど、すぐに袋詰めしたい時はなんぼでも冷めないとね袋が溶けちゃうのでなんでほぎるっていうんですけど。この間ほぎり棒壊れちゃってね、ほうの木のこの幹のこの枝なわけですね。この角度のいいところを取っといて使うわけです。なかなかまっすぐなのないんですよ。これがこっちに曲がってたりとかね、こっちに曲がってたりとかなかなかないです。意外と山で切ってて見かけた時は取ってくる。これも使いやすかったやつこの間折れちゃったもんだから、これ今一つの細すぎて使いにくい。ダメだな。ちょっと曲がってるでしょ。だから使いづらいですよこれ。こういうものにははは、なるほど。昔はね実っていうのを使ってたんですけど、今最近はもっぱらこれを使ってるんですけど、これで集めてってふるって袋に入れると。もう触れる感じですか？まだ熱いですよ。熱いですよね。ねぬるいくらいですけど、太いのだと多分まだちょっとかなり熱いと。本当だ。そうですね。でもう15分間20分置いとけばもう袋入れても袋溶けないぐらいになりますから。で細かいのはこういうのでふるって、やるわけです。ということで一服しますんで。